こんにちは、かなです。今日は文法をやります。今日やるのは普通形。普通形ってなんだです。ます。ません。ませんでした。くちゃくちゃ。です。ます。ません。ませんでした。の丁寧な言い方を取った形が普通形になります。丁寧で普通。例えば、動詞の行きます。すは丁寧ですよね。で、行きますの否定形は行きません。行きますの過去形は行きました。過去形の否定は行きませんでした。これは動詞。見覚えありますよね。動詞の活用のところでやりました。現在と否定と過去と過去の否定は動詞の活用のところでやっているので、記憶にないよ、見たことないよという方はそちらもチェックしておいてください。では、行きますを普通形にすると、行く。行きませんは行かない。行きましたは行った。行きませんでしたは行かなかった。行くは辞書形。行かないは否定形とか内形と言います。行ったは過去形が他形という言い方。行かなかったは過去の否定。普通形です。この分類はないので、これ全部合わせて普通形というくくりになります。これ全部が普通形。形容詞も普通形があります。異形容詞からいきます。大きいです。大きいです。物の状態の説明をしています。大きいです。いで終わっているので、異形容詞。大きいですの否定は、大きくないです。じゃあ、大きいですの過去は、大きかったです。じゃあ、過去の否定は、大きくなかったです。となります。これを普通形にすると、これは単純に大きい。これは大きくない。大きかった。大きくなかった。異形の場合はですを取っただけなので、わかりやすいと思います。
では、なけ用紙いきましょう。なけ。元気です。私は元気です。などの元気。元気ですの否定は元気ではありません。じゃあ、元気ですの過去。元気でした。過去の否定はちょっと見えるか。元気ですの過去の否定は元気ではありませんでした。ちょっと長いけど。この形容詞の活用も前の形容詞の活用のところでやってます。記憶にないよとか見てないよっていう方は見て確認しておいてください。じゃあこれを普通形にすると元気だ。これは元気ではない。間違った。元気ではない。じゃあ元気でした。これは元気だった。元気ではありませんでした。元気ではなかった。が普通形の形になります。これは異形容詞の普通形。これがな形容詞の普通形。この活用と普通形の活用も一緒に覚えておいてください。普通形は意外と文を作るときに使います。普通形はどんな文に使うのかを見ていきましょう。消します。普通形を使う文は意外に多いです。今日は代表的なものを4つお話ししたいと思います。1つ目が誰かが言ったこと、書いたことをそのまま使って自分が話すときに普通形を使います。これを日本語では引用と言います。これは何々と何々と一緒に使うことが多いです。例えば、ユニさんと私がお話をしています。私は来年結婚するんです。あら、そうですか。おめでとうございます。さあ、面白い話を聞きました。何さんにしようか。君、名前がない。まだ。私は、この人に、ユニさんのお話をします。ユニさんは来年結婚すると言ってましたよ。そうなんですか。それはめでたいですね。そうですね。ここで使ったのは普通形。ユニさんがユニさんは私は来年結婚しますと言ったことを私はワニさんに
ワニさんにしましょう。この人、ワニさんにしましょう。あれそのままだね。まあ、いっか。ワニさんにします。この人の名前はワニさん。じゃあ、私は、カナが、ユニさんは来年結婚すると言ってましたよ。私はユニさんと話したことをワニさんにそのまま伝えました。これを引用と言います。そのまま使ってお話をする。もしくは書くことを引用と言います。引用を使ったときに、こう、すると、この結婚しますのところが、するの普通形に変わります。そして、とをつけて言ってましたよというお話をしました。誰かが言っていたことをそのまま誰かに話すとき、聞いたことを誰かから聞いたこと、読んだことをそのまま誰かに話すときは普通形にとをつけて言ってましたよという使い方になります。2番目。ここから得た情報を表したいときに使います。こっちの1番と似てます。誰かから聞いたこと、テレビのニュースで見たこととは、近所の人から聞いたことなど、誰かから聞いたことを誰かに話すときに普通形を使います。例えば、妹の手紙に父はこの頃元気がありませんと書いてありました。妹からもらった情報を話すときは、例えば私の妹から手紙が来て、父はこの頃元気がありませんと書いてありました。それを私は誰かに話すときは、妹の手紙によると、父はこの頃元気がないそうです。と、ここの元気がありませんのところ、元気がありませんのところが元気がないの普通形に変えます。でこのそうですというのは、他から得た情報の場合によく使います。これを伝聞と言います。伝聞。誰かから聞いて話すときは、伝聞の話し方になります。このとは引用。引用と伝聞。これはまた後で動画を作って詳しく説明します。今日はこの引用と伝聞の時、普通形を使うんだということを覚えておいてください。では3つ目いきましょう。3つ目。名詞を詳しく説明するときに普通形を使います。例えば、カバンは私のですという文と、机の上にありますという2つの文。カバンは私のですと、机の上にありますという2つの文を1つの文として意味が通じるようにするとき、これとこれを足す1つ文にします。机の上にあるカバンは私のですという一つの文ができます。このあるは普通形。これが普
通形に変わりました。机の上にありますという丁寧な言葉から、机の上にあるという普通形に変わります。名詞を詳しく説明するとき、これは名詞修飾という使い方になります。名詞修飾というのは、このカバンという名詞をこの机の上にあるという言葉で、カバンの状態を詳しく説明しています。この時は普通形を使いましょうという話です。これについてはまた後ほど動画を作ります。こういう使い方があるんだよというのだけ覚えておいてください。4番、ないないのです。んです。ないないのんですという時によく普通形を使われます。んですっていうのはどういう時に使うのかというと、こうかなと思ったこと、考えたことが正しいかどうか。自分の考えが正しいか聞きたいとき、誰かと会話をしていて聞き取れなかったとか、こういう意味かな、意味がわからなかったとき、自分が考えた意味を聞き返します。例えば、私に名前を聞いたとします。私の名前を聞いたとします。名前何て言うんですか？私は、名前を聞かれたのかな？名前を聞かれたのかどうかと自信がないので、聞き返します。名前を聞いたんですか？名前を聞いたんですか？と聞き返します。自分の考えていることが正しいかどうかを確認したいときに使うことがあります。2つ目が、理由を説明したいとき。理由を説明したいときに使うことが多いです。例えば車を運転していて、すごく道が混んでいて、会社に遅れそうなとき、電話しますよね。すいません、渋滞なんです。遅れます。なんです。なんで遅れるのか。渋滞だから遅れるんです。時は、渋滞なんです。んです。を使います。3番目。説明を聞きたいとき。例えば、会社に遅れてきた人がいて、どうして遅れたんですか？説明してください。というときに、ですか？んです。遅れたんですか？と疑問文にして説明を求めます。例えば、A さんと B さんがいます。A さんが B さんに会社でおはよう、おはよう、今日は早いね、と B さんに向かって言いました。B さんは、B さんは、7時の電車に乗るんです。この乗るんです。乗るの部分が普通形。例えば、丁寧形で言うと、乗ります。それが丁寧形になりますよね。乗りますです。ではおかしいので、ここは普通形にして乗るんです。んですを使う前は普通形を使ってください。ここが普通形。この部分が普通形になります。今やった4つの使い方はよく使うので覚えておいてください。この他にも10個以上普通形の使い方があります。それは順次動画にしていきます。今日はここまで。またね。